皆さんこんにちは。夫婦グルメ旅行チャンネルです。今回は MSC ベリッシマシリーズの2回目です。前回は MSC ベリッシマ船内での過ごし方をご紹介してきましたが、今回は有料レストランのご紹介です。船内には無料レストランがあるので、有料レストランの利用をイメージされていない方もいらっしゃるかと思いますが、お得なパッケージプランがあったので、私たちは一部そちらを利用して様々なお料理を堪能してきましたよ。正直なところ、やっぱり同じレストランばかりだと飽きてしまうので、様々なジャンルのお料理がある有料レストランはかなり良かったです。MSC ベリッシマには有料レストランが5つあり、私たちは4つのレストランに行ってきたので、この動画を見ればどのようなレストランがあるのかを知っていただけると思います。それでは本編スタートです。ぜひ最後までご覧ください。この動画でご紹介するのはステーキハウスブッチャーズカット、火鍋料理シーパビリオン、メキシカンオラタコスカンティーナ、鉄板焼きカイト。なお今回寿司屋カイトには行きませんでした。それでは1つ目、ステーキハウスブッチャーズカットのご紹介です。ブッチャーズカットには初日のディナーでお伺いしました。初日は無料のメインレストランやブッフェは大混雑なので、有料レストランは空いているのではと思ったところ正解でした。店内には5組ほどのお客さんがいて、ウルフギャングやモートンズといったまさにアメリカのステーキハウスの内装といった感じで、まるで海外旅行中にステーキハウスへ来たような感覚になりましたよ。メニューリストは英語と日本語表記になっていて、戸惑うこともなく注文することができます。またアラカルトメニューとお得なダイニングパッケージのコースメニューも用意されており、ダイニングパッケージのメニューの良さとお得さに気づき、その場でパッケージを申し込み、3品選べるコース料理を注文することにしました。ここで簡単にダイニングパッケージについてご説明すると、ダイニングパッケージは有料レストランをお得に利用できるサービスのことです。例えばステーキハウスと火鍋レストランの2つに行く場合、ダイニングパッケージのコース料理を1人につき$70で利用することができます。その他にも3つのレストランを利用するプランや4つのレストランを利用するプランなどもありますよ。レストランの組み合わせは決められていますが、私たち的にはかなりお得に様々なレストランに行けたので、とっても大満足なサービスでした。またダイニングパッケージを購入しましたが、ドリンクパッケージは購入しませんでした。私も夫もお酒やジュースは 1,2 杯で十分なので、どうしても割高になってしまうからです。ただ船内でドリンクをたくさん飲みたい人にはいいかもしれませんね。ということで赤ワインを1杯ずつ注文しました。お肉に合うようにフルボディを頼みましたよ。パンは 4,5 種類をいっぺんに置かれましたが、残念ながらお料理全体のボリュームがありすぎて全ては食べられずでした。前菜に注文したのはシュリンプカクテル。アウトバックみたいなたくさんの小ぶりのエビが出てくるのかと思いきや、しっかりとした大きさのエビが出てきましたよ。ソースは2種類あり、赤いソースの方が辛いかと思いきや、この白いソースの方がピリ辛で少しびっくり。シュリンプカクテルって普段あまり食べませんが、美味しいから家でも作ってみようかしらと思いました。ハラペーニョがあったので少しかじってみたのですが、あまりの辛さに舌がしびれてしまいましたよ。夫が注文したのはシーザーサラダ。少し焦がしたパルメザンチーズがかけられていて、香ばしい風味がいいアクセントでしたよ。そしてメインのフィレステーキが来ました。8オンスなので 226g くらいです。とっても分厚いお肉です。あまりお行儀はよろしくないですが、第2関節ほどあります。ちょっとした岩のような塊肉です。夫が注文したのはサーロインステーキ。14オンスなのでだいたい 400g です。こちらもすごい分厚さです。
ソースは4種類でチミチュリソースやマッシュルームソースなど様々な味で楽しめるようになっていましたよ。サイドディッシュはマッシュポテトを注文しました。コクのある感じかと思いきや意外とあっさりしていてステーキソースに合うようになっていました。そして夫はマッケンチーズをチョイス。こちらもコテコテのチーズ感ではなかったのでステーキソースに合わせているのでしょうね。ステーキをカットしてみましたが、やっぱりすごい迫力。柔らかくて食べ応えのあるステーキでしたよ。そして夫のサーロインを一切れもらいましたが、だいぶ脂が乗っていて明日の夫の胃が心配になりました。どうやら夫はクルーズ旅行にはしゃいでいるようです。そしてデザートはアイスクリーム3種盛り。脂っこいものを食べた後のアイスは最高ですよね。夫のデザートはチョコレートケーキ。夫は大はしゃぎです。楽しそうで何よりです。お次は火鍋料理シーパビリオン。ここ数年火鍋を食べていないと思い夫と行くことにしたんですよ。ダイニングパッケージプランなのでプランが適用されるコースを注文します。プラン適用コースの内容はブッチャーズカット同様主要なメニューばかりで満足できそうな内容です。ドリンクはサントリーウイスキー青にしましたよ。夫は角ハイボールを注文しました。それでは乾杯。美味しいけど大人味すぎたのでこの後夫の角ハイと交換しました。スープは4種類の中から2つ選ぶことができ、スパイシーなスープと昆布だしのスープをチョイス。またこの日は神戸に寄港していたので基本賑やかな船内ではありますが、このレストランは4組しかおらずとても落ち着いた時間を過ごすことができました。レストランは空いていたので窓際に案内していただきましたよ。この日は途中からあいにくの小雨が降ってきて綺麗な夕日は見られませんでしたが、それでも十分いい眺めです。それではお料理のご紹介です。まず出てきたのは唐揚げとピリ辛枝豆、そしてピーナッツの塩焼きです。唐揚げと枝豆は2人でこの量かなと思ったらなんと1人でこの量でしたよ。この枝豆はピリ辛ですごく美味しい。夫から家でも食べたいと要望を受けるほどとても気に入ったようです。唐揚げは揚げたてで熱々。こちらもマヨネーズベースのピリ辛ソースがつき、ハイボールとの相性は最高でした。ピーナッツもお酒のあてによく、しかも絶妙の塩味具合。ハイボールがどんどん減っていきます。火鍋のスープを温めている間、タレソースを取りに行きましたよ。たくさんの種類のソースと薬味があり、スタッフの方におすすめを聞いて選びました。ソースを取って席に戻るとスタンバイされていましたよ。すごいボリューム。牛肉、スズキ、イカ、鶏肉があり、数種類の野菜や肉団子、ワンタン、白米、締め用の麺やトッピング用の卵もあります。それにしても本当にすごいボリューム。ソースはピーナッツ、醤油、ウスターソースに、薬味はネギとニンニクです。それではいただきます。スタッフの方が最初は牛肉をしゃぶしゃぶして食べてとおすすめの食べ方を教えてくれましたよ。久しぶりの火鍋は想像以上に美味しくて、私も夫も箸が止まりません。窓の外は暗くなるにつれライトアップされていき、綺麗な景色を眺めながらのディナーはとてもいい時間でしたよ。締めの麺も美味しく食べ、2人でお腹いっぱい食べて完食です。そしてお次はメキシコ料理オラタコスカンティーナ。周りのライトアップによりムーディーな感じの店構えですが、中はとっても明るい陽気な雰囲気です。この時はショー終わりということもあり、閉店間際に来店しました。1人17ドルほどで食べ放題メニューもあり、2人目からはディスカウントもあったので思い切って食べ放題にしました。
とはいえメキシコ料理には詳しくなく困っていると、店員さんがおすすめ持ってきてやるから待ってなみたいな頼れる兄貴風に言ってくれたのでお願いすると、次々とおすすめ料理を運んできてくれました。正直どれが何かよくわからなかったのですが、どれもめちゃくちゃ美味しくて、船内で知り合った人に思わずおすすめしちゃいましたよ。日本に帰ったらメキシコ料理屋さんに行ってみたいと思うほどスパイシーでパンチがあって、どれも本当に美味しかったです。あとメキシコ料理ではないけれど、船内の至るレストランやカフェでアイスを食べましたが、ここのコーヒーアイスクリームは絶品でした。とっても大満足のレストランです。そしてお次は鉄板焼きカイト。カイトは鉄板焼き屋と寿司屋の2店があり、寿司屋はカウンター席でいただくことができます。ただ今回私たちは寿司ではなく鉄板焼きにしました。予約時間の少し前に行くとまだ他のお客さんは来ておらず一番乗りでした。コースは3種類あり、夫がサーロインを食べたいというので44ドルのサムライコースにしましたよ。なぜか菜箸と書かれた割り箸が出され、思わず夫とふふっと笑ってしまいました。コース料理の初めは野菜サラダから、お次は天ぷら。サクッというよりかはカリッとしていましたが、これはこれでなんとも美味しいのです。エビの他にかぼちゃとナスの天ぷらがありましたよ。お次はなんとお寿司。隣の寿司屋カイトから出しているようです。マグロの握りとカンパチのお刺身。ただ通常はサーモンのお刺身になっていて、私はサーモンが苦手なので変えてもらいました。そしてわかめと豆腐のお味噌汁。久しぶりのお味噌汁はしみるほど美味しく感じましたよ。カンパチは肉厚で美味しかったです。マグロの握りはわさびが入っていないのでわさびを乗せていただきましたよ。そしてここからはメインの鉄板焼き。さすが外国船、日本ではなかなか見ないパフォーマンス。こうしたパフォーマンスが随所にあり、とても楽しい雰囲気でしたよ。まずは魚介から。サーモンと車エビにお野菜ときのこです。お皿に盛り付けた後にレモンを絞ってくれるのですが、いちいちこうしたパフォーマンスがあって面白いんです。味付けや鉄板焼き屋らしくガーリックソースでなかなか楽しく美味しかったです。食べているとチャーハンを作ってくれています。何やら卵をくるくるとし始めるので、見ているとすごいパフォーマンスを見せてくれましたよ。そのパフォーマンスをぜひご覧ください。お皿によそってそのまま出してくれるのかと思いきや、普通には出してくれません。次から次へと面白いパフォーマンスがあるので、なかなかゆっくりと食事は食べられませんが、いい思い出になりますね。そしてお待ちかねのサーロインステーキ。一人一人希望の焼き加減に火入れしてくれます。この時は全員バラバラの焼き加減だったこともあるのか、肉を焼きながらのパフォーマンスはなく、なぜかパフォーマンスを期待している自分がいて少しびっくりしました。そして最後はパイナップルアイスクリームです。とってもいい思い出になるレストランでした。思い出作りに行ってみるのもいいかもしれませんね。今回は MSC ベリッシマの有料レストランのご紹介でした。無料レストランがあるのでなかなか足が向かない人もいらっしゃるかと思いますが、お得なダイニングパッケージを使ったり、実は意外とリーズナブルだったりするので、せっかく乗船したのなら有料レストランにも行ってみてはいかがでしょうか。また思い出作りにもいいかもしれませんよ。この動画が少しでもお役に立つと嬉しいです。
今後も無料レストランや寄港地での過ごし方、お部屋紹介など様々な動画をご紹介していきますので、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。